中学生レベルの主要教科と一般芸能常識問題の6教科でメンバーの学力をチェック。合計得点が最も低かったメンバーが4代目頭脳王に決定。今回は理科の後藤から。電池の並べ方の問題、前回もあったと思いますけどもね、ビリビリーズの人にですね、最も大きく電流が流れるようにつないでください。なるほど。正解例、池田の答え。お前さすが池田さん、こういうことね。はい、直列です。ね、池田。直列でつなげて流すのが一番電流が流れる。そうです。これ正解。さあ、弓木先生の答出た。え。はい、弓木先生の答え、いきましょう。立ってるろうそくみたいに。すごいハッピーなハートみたいにしてろうそくキャンドルが。おめでとう。お誕生日かな、この人は。これ何？電池立ててどうするの？いや、私電池変えたことしかなくて。まあ大体みんなそうです。全員そうです。縦に置くことが多かったから、なんか。縦に置かねえな。何の時の電池を縦に置くんだよ。さすがですね。もうこれで電気いくと思ってたってこと。立てちゃうってのは面白い。これ面白いな、このろうそくみたいに見えるしね。じゃあ続いてなんですけども、社会の問題です。こちら。これはフルネームでかけとなるとむずいですよね。正解こちら。岸田文雄。岸田文雄さんでございます。岸田文雄さん。ね、伊予木の回答いきましょう。顔はわかるんです。岸田さんだ。岸田のりお。なんでしょうね。これはだから下の名前だよね。だって岸田さんさえ最初思いつかなくて、でもう一応誰かというのは存じておりますっていうのを伝えるために書いて、で終わる1分前ぐらいにひらめいて。でも下の名前まだ出てこないよね。これはむずい。これはね。これはむずい。遠藤いきましょう。惜しい。何これ。パッと見当たりですよね。あれが台になってんですよね。文じゃなくて出てはいたんですけど、字面がこうなんとなく浮かんでたんだ。さあ、井上。岸大輔。岸大輔。これもしかしてですけど、ちょっと写真出ますか。はい。ダイアンユースケがやるキャラクターでいます。これ渦政の大御所俳優という設定のこの人の名前見たことある。俺も。井上これを書いたんですか。でもなんか見たことはありました。日本の総理大臣だよこれ。岸大輔。なんでこれになるの。日本の総理大臣ちょんまげでね。ちょんまげで面白いけどね。さあ続いての問題いきましょう。こちら。これむずい。これはめっちゃ難しい。これ今年から新発行されます紙幣、人物変わります。そうだよ。今年だよ。いや、それも知らないですか。お金変わるんですか。お金の変わります書かれてる方々が今年変わりますよ。過去の人だと思ってました。いや、この人たちは過去の人たち。いや、問題に書いたじゃん。今年新発行される紙幣って。名前に使われている漢字のヒントから正解を導き出してもらいたかったのですが、それぞれの人物で後藤が連発。久保の回答。まずやばい。渋沢栄一さんは何と。沢村一樹。沢村一樹。沢村一樹さん1万円ならないですよ。どういうミスよこれ。何これ。これからはなる可能性はあるよ。小川の回答いきましょう。あいつだ梅子さんよ。梅義政。小川女性ですよ。まず何ですか義政。でもなんか義政って昔の人物で結構よく聞くなと思ってて。よく聞くから。当てはまるかなと。なんか好きなんですよね、義政。なんか徳川義政とかいそうだから。好きだから。さあ向井。三沢光晴。三沢さん。これなんで。三沢のエロ。三沢光晴プロレスラーですよ。プロレスラー。2代目タイガーマスク。なんで漢字までちゃんとしてる。なぜ書ける。津田梅子さんだけ分かって、梅消したら3と沢だけ残ったんですよ。でそれ見たら
っちゃうの。でも三沢で光晴知ってたわけだ。プロレスが好きだったので、もうそれしか出てこなくて。でも三沢選手が出るのすごい。そしてちょっと次すごいんですよ。はい。田村。田村。はい。え、すごい。あ、当ててる。全部フルネーム漢字でちゃんと書いてるんですけど、ちょっと待ってください。さっきの岸田総理の問題、あの時の田村の回答ちょっといいですか。岸田利光。この人がなんで全部フルネームで漢字で、本当だ。これ田村ちょっとここでカンニング疑惑になっちゃうんで、ちゃんと説明をだから聞きたいなと思って。一つ言わせてください。絶対カンニングできない理由があります。私、テストの時にオカヒナと二人っきりだったんです。あ、だからこの人の回答なんか見ることはできない。できません。田村なんでこれお金が大好きなわけ？なんでお金だけこんなすごいの？なんか直近で家族と話をしてて、たまたまそう。それで覚えてました。なるほど。素晴らしいね。そういうことか。さあさあ続いての問題こちら。はい、インバウンド。インバウンドね。よくニュースなんかで聞きますね。イン今聞くねバウンドという言葉を使って正しい文章を作りなさい。わかりますよね、日村さんこれ。わかります。さすがにわかります。要するに海外の旅行者が日本に来るはい。ね、インバウンド。そうです。インバウンド消費とか。そうです。まあ正しい文章を作りなさいなのでインバウンド入れた文章を作っていただきたい。文章を作るのか。はい。リリアちゃんの回答。リリアちゃん。なんかボールがインバウンドしたからうちら負けたね。これなんだ？ショーマンなんだこれ？インバウンドなんすかイレギュラーイレギュラーバウンドか。なんかバウンドって聞いたらボールかなと思ってバスケとかリバウンドってあるじゃないですか。そういう感じでこう内側にバウンドしてきちゃったから負けたよね。インバウンド内側に。そうですオウンゴールみたいなノリ。イオキの回答。ねえインバウンドは反則だって。ねえなんだよ。誰かに話してねえインバウンドは反則だってなんなのこれ。今までは自分たちはやってたんだね。じゃあね。そうやっちゃったみたいで。やっちゃってたのね、インバウンド。面白いね。面白いね。面白い。はい。弓木先生の答えいきましょう。先生多いよ今回。私？多いよ今回。またインバウンドしちゃったな。いやいや。なんで嫌なことみたいになってるの？なんでまたインバウンドしちゃったな。なんか嫌なこと嫌なことね。なのよ。これは。中村先生の答えです。はい。焼肉はお米にインバウンドすると2度美味しい。あれインバウンドっていうの？ワンバンとか言いますね。ワンバンとかやるけど、あれインバウンドっつうの？あれのことなんですかね、インバウンド。あれインバウンドっつうんだ。さすが中村先生すごいですすね。ごくいいねこれ。合格あげたいぐらいこれ本当に。黒見の答え。裏海。なんて書いてある？インバウンド制度により領収書を2枚もらわないといけないことがある。それじゃない。これ実はこの回答結構言ったんですよ。だからインボイスと間違えてそういうことでしょ？めっちゃ自信あったんですよ。だからみんな当たってると思っても結構外れてますからね。じゃあ続いてこちら。はい。黒船来子社会の問題。以下の中から必要な単語だけ使って詳しく説明しなさい。これ要はダミーの言葉が結構入ってるんですよ。なるほど。だから黒船来子を説明するっていうのだけ使って書いてああ、なるほどね。はい、ゴーイングメリー号なんてあれルフィが乗ってた。あ、そうなんだ。まずはカキの答え。カキ。正解です。あ、そういうことか。はい、フェリーが鎖国している日本に開国を求めて黒船に乗ってきた。これぐらい書いてくれたらもう正解です。これで正解だ。よかったよかった。これだからあの中から使ってるのペリーだけなんです。ペリーだけだね。これいらない？一気にみんな不安が包み込みました。ペリーだけでも OK だ。はい、筒井の回答。はい。ペリーがゴーイングメリー号に乗って日本にやってきた。あ、さっき言ったやさっき言いましたけど筒井、ゴーイングメリー号ってのはワンピースで出てくる船ですからペリーが乗ってきてないですよ。つ。どういうリアクションそれ今。ふいふいふいって。漫画一巻も読んだことなくて人生でそうか。本当に乗ってきたんだろうなと思ったんで。なぜそしたらこれを使ったんですか。使わなきゃよかった。確かに。梅の回答。あら。
マッカーサーが鉄砲をゴーイングメリー号に乗せやってきた。いやいや最近だな。何これめちゃくちゃですよ。まあ必要そうなやつだけ取ってつけたって感じです。この辺も全然ちょっと分かんなかった。ちんぷんかんぷんでしたか。いや、わかります。黒船来航知ってますから。知ってないでしょう。ゴーイングメリー号。小川の回答。なんでみんなさ自分が呼ばれると自信があるんだ。そうだね。あるね。はい。ザビエルがペルーからペリーでやってきて、刀狩り制度で外国人が日本での鉄砲の使用許可がされてしまった。いっぱい使ったな。まずザビエルがペルーからペリーでやってきて、ペリーに乗ってきちゃったんですよ。何？ペリーに乗ったのよ。ペリーっていう乗り物だと思ったわけ？いっぱい使った方がいいのかなと思って。そうだね。これがあることによってやっぱ惑わされるわけだ。でもゴーイングメリー号だけは違うなっていうのは分かりました。面白いですね。面白いこれ。じゃあ続いての問題。はい。さあ県が3つあります。日村さんこれ単純に何のランキングだと思いますか？でかさ？正解です。その面積の広い面積。北海道があることでヒントになりますね。これね。はい。遠藤の回答でしょう。海鮮が特に美味しいランキング。けど確かに外れではないかもしれない。特に美味しい。北海道ってきたら海鮮食べそれはその人次第だからね、ちょっとね。北海道といえばもう海鮮しか出てこなくて。美味しいね、北海道特に美味しいよね。まあでもそうなってくると青森だって美味しいしさ、秋田だって宮城もね、まあまあ面白いです。面白いね。岡本の回答。はい。ご飯が美味しいランキング。取れた魚が美味しいランキング。実は消してます。行くのに時間がかかるランキング。まあ確かにそうだけど、いやどこから行くの？スタートが分かんないから。東京かな。私が移動しちゃったら、そっか。まあ行くのに時間かかるけど、だったら沖縄とかも遠いけどスタートがないからこれ。まあ岩本行きますか。雪積も。そんな言い方かどうかは知らないけど。積雪だったら逆ですね。そうなのよ。多分積雪が言いたいのが雪積むになっちゃう。ギャルだからギャル語で書いてある。雪積も。北海道も岩手も福島着いた瞬間に雪積も。いやいいけど。雪積も。ここからは英語。イラストの状況に合う英文を考える問題ですが、例えば電話鳴ってるよとか、この電話誰のとか、この要はこの2人が会話が成立してれば正解にしました。そっか。セイミヤはもう言ったよ。セイミヤはもちろん英語できますから、正解なんですけどちょっと見ていただきたい。これ読める？セイミヤ。 Hey, can I see your phone just in case you're having a relationship with somebody else? これでもセイミヤこれちょっとなんて言ってんの？なんつってんの？誰か私以外の人と付き合ってるか確認するためにあなたの携帯見ていい？怖えよ。怖えよ。なんでこの絵からそこまで行っちゃうんだよ。そこまで行くなよ。だからまあ念のためね。念のためちょっと私以外の人となんかやってるかもしれないから見せてもらっていい？怖えよ。もちろん正解ですけどこれ怖いっすね。見ないで。このなんか絵からこれを言ってるって怖いっすね。面白い。続いてもイラスト問題。お店の人が最後に言いそうなセリフであれば何でも正解なのですが、田村の。Here you are. Thank you. Good bay. グッドベイ。グッドバイだったら正解。そうだね。ベイはもうワンとか入り江とか。いい入り江だな。急に言い出しちゃったんだよ。買うって何ですか？バイ。あ、バイとも違いますよ。買うは BUY。そっか。あが気がする。残念。違うんすよ。粘っても違うんすよ。坂口の回答。Here you are. Thank you. I'm a tomato. あ、トマト。あれ、私はこれ
トが吹き出しの出所がトマトになってるからでしょ。正解ですかこれ。これは正解ですか。これは不正解です。なぜならトマトは喋りませんから。そういうファンタジーな話じゃないのよ。トマトって言ってもダメなんですよ。なんでこんなとこに吹き出しがついてるんだろうって思いながら、まあ、トマトから出てるみたいに見えますからね。すごいなこれ。続いて英文の和訳問題。日村と佐藤楓が登場しますが、正解は日村怒ってる。なぜならなぜなら楓が彼の足にドロップアウトですね。そうです。シザースはハサミですね、はい、彼の足にハサミを落としたからだ。これ危ないね。危ないです。怒りますよね。これはさすがに怒るよ俺楓がいくらいいやつでもね。いやあります。あなただったらあります。あなた気をつけないといつか人を殺します。本当ですよ。何か落としてね。さあ岩本の回、はい、日村さんはお腹が空いている。なので飴を食べる。ドロップだ。ドロップだ。ドロップ落とすじゃなくて飴。ハングリーもなぜかこの時ハングリーだと思っちゃって、思ったね。まあ日村だからね。そしたらもうメープル味の飴かなと思って、楓ね、楓のマークのメープル味の。だからあ、飴食べたいんだと思って。リリアちゃん。日村は怒っている。いいよ。なぜなら彼の膝に楓が寿司をこぼしたから。寿司はどこに行くんだ。寿司どこ？いやなんか S なんちゃらみたいな。シザーズがやっぱりあれが寿司だと思ったわけ。なんかやっぱレンはこぼすイメージがあるんで、絶対食べ物だと思って、食べ物を探したらお寿司あるやんと思って寿司こぼしたのかな。なるほど。さあそしてその本人佐藤楓の回答です。日村さんは怒った、なぜなら楓が彼の膝にシーサーを落としたから。デカめのシーサーを膝に落としたんですよ。落とすなよ楓。でかいシーサー。与田の答えいきましょう。日村は怒っている。あ、分かってんのみんな。なぜなら楓が全て悪いから。まあずるいけどこれは正解にはしません。これダメっすよ。まあずるいっすよ。これは楓が悪いけど。これずるいっすねこのやり方。意味は一緒です。ダメです。白富里の回答。日村はお腹が空いていて、あ、言っちゃった。バカンスに行ってる楓に怒って喧嘩はヒートアップした。どういう世界観なんですかね。付き合ってるんですかね。なんですかねこれ。だろうね。俺腹減ってんのに何なんだよ。俺が腹減ってるのになんでバカンスすんだよ。楓はよっていう。ここからは一般芸能常識問題。司会者を表す MC。 芸能人としてここは答えてもらいたいところですが、久保、まあ久保はラジオなんかやってますからね。はいね、 MC はいやってます。 MC やることも多いですから。はいやってます。久保の回答こちら。メインキャラクター。メインキャラクターね。MC がね。MC じゃないですか。なんかね。はい池田の答え。はい。メインコメンテーター。ああ、コメンテーターちょっと。合ってると思ったけど調べたら全然違いました。ああ調べんだ。あーそっかさすが復習すんだね。そっか。ああ違いますね。違います。与田の答え。マイケル・ジャクソン。いや全然違う。どこにジャクソンなんだよ。マイケルは MJ です。MJ ですね。すっごいなんだろうなって考えたんですけど、マイケル・ジャクソン。どこ取った？ジャクソンのとこ取った。おかしいだろ取るとこ。偉人がそう言葉になったりするじゃないですか。いやでもジャクソンのとこ取らない。ジャクソンじゃないじゃない。さあ続いてこちらの問題です。あ、CD。こんなの外れる人いんのって思いますけどね。はい。そうですね。コンパクトディスク。コンパクト？コンパク CD はコンパクトディスク。ト。コンパクト。梅、はい。ね、いっぱい売ってるキャプテンですからね。何の略でしょうか。こちら。カーニバルディスク。いいね。カーニバルディスクだね。確かにカーニバル。いいことカーニバルディスクを売ってるわけですか。はい。私たちは。カーニバルをお届けしてます。カーニバル。俺はそうだけど。まあ違いますよ。そうじゃない。奥田最悪の答えですからね。これ最悪なんだこういうの。奥田行きましょう。コピーディスク。コピーディスクなわけ
けんな。こんなの売ったらもう犯罪ですから。犯罪ですよあなた。これやっちゃダメなんですよ。これは海賊版ですから。あなたたちはコピー売ってるんですか。あなたたちは売ってませんよコピーを。コピー。なんでしかも長くしたんですかね。さあ続いて筒井の回答。カセット DVD。 DVD 出ちゃったよ。なんで新旧を織り交ぜたの。カセットじゃないじゃんか。でも音楽聴けるカセットと、筒井って間違ってんのに全然間違えた感じで入らないの。なんか何私はこれが正解ですみたいな入りして。そう。最後。あ、ラストなの。はい。これは、はい、人を書き足して組体操のサボテンを完成させなさいっていうね。これちなみにですね、カキと池田のやつ。やっぱな。はい。こういうことでいいよね。はい。これでいいですよね。この膝というかこの辺を押さえないとダメなんです。井上の回答いきましょう。はい。お。なんかすげえこれ。足首持ってる。これ井上絵はうまいんですけどこれできないです。あ、本当だ。これは無理です。これはね、井上さん無理です。足首持ってるしこうやれる人じゃないと無理。人間を足首だけで支えるの無理だと思います。上のやつ気持ちよさそうに見えるけど。上のやつもう死にかけてるの。この子の魂がもういっちゃったの。こいつの魂なのよ。はい、最後坂口のサボテンいきましょう。これちょっと待ってください。サボテン人間をかけって言ってるわけじゃないんです。そういうことか。サボテン人間書いちゃった。サボテン人間と何やってもサボテンになりますけど怖っ。運動会でこいついたらニュースになるぞ。サボテン人間書いちゃったよ。それではここからいよいよワーストランキングを発表。4代目頭脳王に輝くのは誰なのか。引き出しがついてる。ワースト5からの発表です。合計得点21点。ワースト5は岡本。俺優勝すると思ってた。俺絶対優勝だと思ってた。いや、よかったね。5期生からもっていう声が漏れましたね。英語数学が6点です。お、すごい。やっぱできる。できるんですよ。で常識できてないんですよ。常識も4取ってるんでね。はい、よかった。まあでも5位だ。続くワースト4位は富里。富里です。続いては菅原がそれぞれ1点差でランクイン。5期は頭いいこと悪いこと総合的に見たらいいバランスなんじゃないですか。そうですね、いいバランス保ってると思います。さあ1位から発表すか。1位いきます。ついに決まるよ。さあ頭脳王は一体誰だ。ワースト1位合計得点が、6点です。6点。はい、国語とですね一般常識は0点です。一般常識と国語ゼロ。さあ発表します。第4回大会ワースト1位頭脳王は指切り。連覇しました。すげえ。2位はですね中村です。中村も過去のチャンピオンです。そうか。池田と弓木の得点差がすごいんだから77点差です。すごい幅のあるグループでいいね。ね。私前回放送を見たおばあちゃんが、なおちゃんはちっちゃい頃いっぱいいろんなことがあったからその時の記憶が全部抜けちゃったんだよねって。いろんなことあったってなんだ。うわ、どうも顔向けできないや。でもさ何でも1位ってのはすごいんだから。そうだよ。そうですか。立ち直りが早い。チャンスは平等のジャケット写真が完成。山下卒業コンサートモバイル選考スタート。こんにちは、岡本ひなです。2ヶ月で身長が2センチ伸びました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。